公園依頼 .com 新聞つきです。今日は、なんと、アンジャッシュの渡部さんに入っていただきました。よろしくお願いします。どうも、皆さん、アンジャッシュの渡部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらですね、渡部さんのことをご存知な方、ほとんどだとは思いますが、改めて、はい、ご本人の方から自己紹介をお願いできればと思います。はい、私、アンジャッシュの渡部健、お笑い芸人でございます。芸歴は30年ぐらいになりまして、そうですね。普段は、コントをやったり、あとテレビ番組の司会をやったり、ラジオ番組生放送やったり、しててですね、あれがちょっとね、ご存知の方多いと思いますけど、あれしたもんで、ちょっと休んでる期間もあったんですけども、最近また芸能活動の方もやらせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。後ろの方にも書籍置いていらっしゃいますが、そうなんです。はい。すいません。こちらね、はい。はい。こちらを出されたきっかけってどういったところからね。芸能活動を自粛したときに、とある方からちょっと企業講演をやってみないかと。ね、何を喋ればいいですかって聞いたら、コミュニケーションに関してなんか全般的に喋ってくれって言われて、結構無茶ぶりじゃないですか、これって。で、どうしたもんかなと思って、とりあえず本屋に向かったんですよね。そしたらコミュニケーションのいわゆるハウツー本がものすごく多くて、なんか未だにビジネス書でもこういうジャンルってニーズがあるんだなと思って、つまり悩んでる人たくさんいるんだなと思って、結構ね、片っ端から読んだんですよ。もうここ10年ぐらい出てる、もうほぼ全てと言っていい、もう100冊ぐらいバーッと読んだんですよね。時間だけはかなりあったもんですから、バーッと読んで、で、結論は、ちょっと難しいなと。なんかね、僕、一応プロの喋り手が見ても、すごく難しいことばっかりだったんですよ。で、これじゃなくて、もっと簡単に、コミュニケーションって思われることに関して捉えたら、皆さんもっと楽になるし、悩み事なくなるのになと思って、そういうのを講演をしてたんですよ。したら、ちょっとずつ話題を呼んで、で、自粛期間中もちょこちょことそういう講演をさせていただいてたんですけども、それが今度は、出版社の方の目に留まって、ぜひこれを書籍化しないかということで、本を出しました。はい。そういうきっかけだったんですね。そうなんですね。はい。私も、もちろん、拝読いたしまして、ありがとうございます。渡部さんがこれまで長年経験されてきた、いろんな、芸能人の、人ですね。この前、渡部さんとお話しさせていただいたときは、コミュニケーションお化けっていう表現されていらっしゃったと思うんですけど、そういう方がたくさんサンプルというかですね、いろんなものを見た中で、でその人を、ピックアップしながら、ちょっと事例を交えながら、わかりやすく、はい。書いてあるような、そんな感じの本ですよね。そうですね。つまりだから超一流の会話力というのはもう僕のことではなくて、超一流の人たちに囲まれて30年仕事してきたんですけど、彼らが人気者で長年芸能で活躍しているお笑いの方々だったり、そういう方々がやってることって実はすごくシンプルで、これ全然いかなる職業の方にも当てはまるんじゃないかなっていう本にしました。はい。あともう一個僕がどうしても伝えたかったのが、なんか僕その本を全部読んだんですよ。で、ジャンルで言うとなんか今、なんでしょうね、要約力、雑談力、プレゼン力、説明力、なんですかね、ユーモア、いろんな本が出てて、ほとんどこれ、喋り手目線なんですよね。つまりトーク上手くなりましょうって本なんですけど、もう僕はもう全く真逆のアプローチで、トークなんて下手なままでいいと。いわゆるコミュニケーション力アップのイコールトーク力アップではないと。コミュニケーション力アップのゴールは人に好かれる、周りに人が集まってくることだと思うんで、それを目指すには、おしゃべりなんか全然しなくていいですよっていうことをね、結構今中心にお話しさせていただいてますね。だから聞いていて、なんだか実践できそうだなっていうようなポイント、はい。たくさんありましたし、で実際にコミュニケーションで言われるその学術的なキーワードだったりとか、いろんなものも織り交ぜてお話はしていただいてるんですけど、それをわかりやすく実践するとこういうことだよね、みたいな。そこがすごくわかりやすかったですしね。僕よく例え話するんですけど、A さんと B さんがいて、A さんはとにかくおしゃべりが上手くて、すごく笑わせてくれると。一緒にいて楽しいのが A さん。B さんは自分の話をとにかく熱心に聞いてくれて、よく笑ってくれて、
すごく話しやすい人って A さんと B さんがいた場合、やっぱ人って絶対 B さんに会いたくなるんですよね、またね。ってことは、おしゃべりなんか上手くなるよりも、こう人の話を興味を持ってリアクションを聞くっていう人の方がやっぱ、人としてモテるんですよね。だからこれを目指しましょうっていう本です。よくね、この本を、じゃあちょっと、口下手なんで買いますとかいう方が、いてくださるんですけども、自分が口下手だって自覚ある人はね、もう登山で例えるともう8合目ぐらいまで来ていて、もうちょっとね、もう、コミュニケーションの、いわゆる最大の目的は果たせるんですけど、逆に僕は、おしゃべりに自信があったり、ちょっと自分面白いなと思ってる人ほど、この登山はすごく時間がかかると思っていて、っていう本なんで、悩んでる方は特に見ていただくと楽になっていただけるんじゃないかなと思いますけどね。わかりました。ありがとうございます。はい。講演のお仕事をきっかけにそういう書籍を出されてっていうところで、はい。改めてまたね、講演活動っていうところもスタートしていってるっていうところであると思うんですけど、渡部さんが考えてる講演会、オンライン講演会を通して、お伝えしたいこと、その60分から90分間でお伝えしたいことっていうところはどういったところにありますでしょうか？とにかく、すごくこれ努力もスキルも才能もいらないと。とにかくこれだけを実践すれば、絶対人間関係うまくいくよってことを伝えてますね。で、これプラス、性格も変わんないのもわかるし、こういうことだけ気をつければ、うまくいくんじゃないかってことを特に言ってますね。今言ったような話ですね。もっと、プレゼン力とか説明力を磨く前にもっとこう相手の信頼関係を勝ち取ってからこうなんかいろいろ提示した方が物事とか交渉事はうまくいくんじゃないかなとかそういうことですね。はい。本当にね、長年ご活躍していろんなことを経験されてきた渡部さん、だからこそね、聞けるお話もねありますでしょうし、こんな自粛明けでね、超一流の会話力ってコミュニケーション本を出すっていうことはまあもちろん葛藤もあったし。当然のように今もね SNS 等でチクチク何考えとんじゃっていう方いらっしゃるんですけど、僕なんでこれやろうかなと思った一個のきっかけはさっき言ったこれは出版社の方に言われたんですけど、悩んでる人がたくさんいるから出したら絶対救われる人がいるから出しましょうって言われて、あそうかと思ったんですよね。要はコミュニケーションの本を僕が自粛明けに出して僕が叩かれるのはいい、それを覚悟したとして、これでちょっとでも救われる人がいてくれるなら、救われてくれる企業さんがいてくれるならっていう思いで書いたということなので、僕はコミュニケーションのスキルを教えるというよりも悩んでる方を少しでもこう考えたら楽になりませんかっていう感じのことをお伝えしたいですね、一番。はい、講演会でももうそういうことですよね。そうですね。寄り添うことができれば。はい。で基本的に今特にやらせていただいているスタイルがもう資料を使って半分ぐらいやったら残り半分はねほぼね質疑応答に当ててるんですよね。でやっぱ一人一人のその場で悩みを一個一個解決させていただく方が聞いてくださる方の満足度も高かったり、こう一方的に講義っていうより本当に自分のモヤモヤしたことをその場で解決ねさせていただけるっていうのは今のところそういうスタイルが多いですね。オンラインでも実際のリアルの対面型でも、どちらでもお話はできるっていうことですね。僕はできればね、リアルでやっぱやりたいんですけど、やっぱりオンラインも全然いいんですけども、やっぱ現場行って目の前で喋るっていうのがもともとなりわいですし、僕もすごく楽しいし、すごく刺激をいただけるし、いろんなジャンルの会社に行かせていただいて、僕本当にお笑い芸人しかやったことないので、すごくいつも新鮮だし、それぞれ悩みの種類が違うっていうのも本当に痛感してますし、なのでオンラインももちろんやらせていただくんですけど、いわゆるリアル講演会も大募集しております。はい、ありがとうございます。はい。そしたら最後に渡部さんの講演会を、企画検討されていらっしゃる担当者いらっしゃると思うので、その方に向けてですね、後押しのコメントをいただければと思います。後押しのコメント。そうですね。しっかりと僕は、本当に学んだこと、経験したことをまとめて、少しでも皆さんのお役に立てるような、講演を目指しておりますので、ぜひぜひご依頼いただければなと思います。はい。ありがとうございます。そしたらぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。